マッチーズワールドへようこそ。僕が乗っているコペン GR スポーツは運転の楽しいオープンカーですが、以前からサイドミラーの視界の狭さが気になっていました。コペンのサイドミラーは純正としては小ぶりなサイズで、コペンの雰囲気にマッチしたいいデザインだと思うのですが、ミラーの面積が小さいので、その分見える範囲も狭くなっています。僕は以前、運転が好きだからという理由で大型車の免許を取得したのですが、大型車はたくさんのミラーによって効果的に視覚が減らされているので、思ったほど運転のしづらさを感じませんでした。この体験により、車の車格に慣れることと視覚があることに慣れてしまうのとでは全く意味合いが異なると考えています。コペンは軽自動車なので車自体がコンパクトではあるのですが、僕はガレージの中に縦列駐車気味に止めているため、毎回死角になっている部分を意識させられてしまいます。ミラーがあと少しだけ大きければ許せる範囲かなという印象もあるのですが、2021年4月のマイナーチェンジでサイドミラーの鏡面が拡大されたので、後期型を購入された方はまた少し印象が異なるかもしれません。実は後期型のミラーがボルトオンで移植できることは知っているのですが、小ぶりな前期型ミラーの雰囲気を気に入っているので、今回は純正のサイドミラーにスポットミラーを後付けして視界を改善してみたいと思います。購入したのはポッシュのアルミセーフティーミラーです。なお、ポッシュはバイクのカスタムパーツを企画、製造、販売しているメーカーで、大阪に本社がある日本の企業になります。今回購入したミラーの特徴は、表面の適度な曲率半径と本体のサイズ感、そして本体が質感の高いアルミ製になっているという3点です。曲率半径の値はミラーの曲がり具合の量を表すもので、このミラーの場合は 160R となっています。曲率半径が小さいミラーは出っ張りが大きく視野は広くなりますが、その分映る像が小さくなります。逆に曲率半径が大きいミラーは出っ張りが少ないので視野は狭くなりますが、映る像は大きくなります。160R はちょうど良さそうな値だと思うのですが、見え方はドライバーとミラーの距離によっても変わるので、こればかりはつけてみないとわかりません。次にサイズ感ですが、このミラーの大きさは本体の直径が 40mm で、表面の直径は 34mm になります。コペンはサイドミラーが小さいので、あまり大きな後付けミラーをつけてしまうと、車線変更の時などに後方確認がしづらくなってしまいます。かといって、小さすぎるミラーでは必要な情報を得られないので、バランスの良さそうなこちらを選びました。最後に質感の高いアルミ製という点ですが、このミラーはアルミ削り出しの本体にアルマイト仕上げが施されたもので、よくあるプラスチック製のものとは見るからに雰囲気が違うと感じます。ちなみにラインナップには本体がブラックアルマイトのものもあるので、黒い本体がお好きな方はそちらを選択するのもいいと思います。なお、このミラーは取り付けた後に角度を調整する機構がないため、あらかじめ運転席のシートポジションとサイドミラーの角度をしっかり調整しておく必要がある点に注意が必要です。まずは型紙を作成していきます。ミラーを取り付ける位置はミラーの外側かつ下側の部分にします。事前に検証したところ、この位置であれば普段の運転に支障がなく、それでいてリアタイヤ周辺を確認しやすいと感じたからです。ちなみにここで型紙を作る目的は2つあります。1つ目は左右のサイドミラーで同じ位置に貼り付けるためで、もう1つはスポットミラーの角度調整を容易にするためです。型取りしたマスキングテープを画用紙に貼り付けて切り出していくのですが、この時点で角度の目安がわかるように線を入れておきました。結果的にこの線はなくてもよかったので、参考程度に見てください。ミラーの部分をカットして裏側に両面テープを貼ったら型紙は完成です。
続いてミラーの側面にマスキングテープを貼って、一番高いところと低いところが分かるように線を引いておきます。型紙をサイドミラーに貼り付けて、スポットミラーを仮付けしたら、サイドミラーの角度を戻します。ここでリアタイヤ周辺に目印の缶を置いておきます。縦列駐車や狭い駐車場にアプローチする際は、リアタイヤ周辺の視認性が重要になるため、この目印が一番見やすくなるようにスポットミラーを調整します。運転姿勢を取った状態でスポットミラーの角度を詰めていきます。貼り付け位置は型紙で決めているので、ミラーに映る像を見ながら少しずつ本体を回転させて角度を調整します。スポットミラーを回転させると、目印の缶が上に行ってちょうど見えなくなる角度と、下に行ってちょうど見えなくなる角度があるので、何度か回転させてその中間を割り出します。気が済むまで角度を詰めたら、スポットミラーのテープに書いた線の位置を型紙にマーキングします。両面テープの剥離紙を剥がして、型紙に書いたマーキングとスポットミラーの線を合わせて貼り付けます。型紙を剥がしてサイドミラーの角度を戻したら、運転席側の作業は終了です。助手席側の作業も基本的な手順は同じになります。まずは型紙の貼り付けとミラーの仮付けを行います。なお、こちら運転席に座った状態ではミラーに手が届かないので、何度か乗り降りを繰り返しつつ角度を調整しました。こちらもミラーに書いた線と型紙のマーキング位置を合わせて貼り付ければ、取り付け作業は完了です。前々から自分が乗っている車のミラーが映す視野範囲を客観的に見てみたいと思っていたので、この機会に見える化してみることにしました。今回の動画から撮影機材をパナソニックの G9 Pro からソニーの ZV-E10 に変えたので、こちらのライブビューを見ながらミラーに映る範囲をポイントしていきます。純正のサイドミラーが映している範囲はこちらになります。運転席に座っていると慣れてしまって分かりづらいですが、思っていた以上に視野が狭いと感じました。特に屋根を閉めているときは斜め後方の死角に気をつけた方が良さそうですね。続いてスポットミラーが映している範囲をポイントしていきます。スポットミラーが映す範囲はこちらになります。サイドミラーの視界と比べて位置がぐっと下がり、目印の間も上から3分の1くらいまでが視認できています。両方のミラーの視界を重ねるとこのようになります。これなら縦列駐車時にステアリングを切り始めるポイントや、車の周辺にある背の低いブロックなども視認できそうです。また、スポットミラーに映る像は思ったよりも違和感が少なく、サイドミラーの視界と自然につながっている印象なのですが、外側の範囲がサイドミラーとほぼ一緒なことも違和感の少なさに一役買っているのかもしれません。最後に実際の見え方はこのようになります。狙い通りスポットミラーによってリアタイヤ周辺の視界を確保することができました。今回はコペンのサイドミラーにスポットミラーを後付けすることで視界を改善させることができました。取り付ける前は直径 40mm のスポットミラーでちゃんと見えるのか不安もあったのですが、視認性は思った以上に良好で、
取り付けてからは自信を持って縦列駐車や狭い駐車場にアプローチできるようになったので、今回の作業は本当にやってよかったと思いました。ポッシュのアルミセーフティーミラーは安っぽい雰囲気がなく、効果的に死角を減らしてくれるので、ミラーの視界に悩むコペンオーナーさんの一つの選択肢として参考にしていただけますと幸いです。それでは今回の動画は以上となります。今後もいろいろな動画を出していきたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。